金。ほんと、ずいぶん長引いちゃったわね。早く教室に戻った方がいいみたいね。ええ、そうしましょう。どうしたの？ゆうくん。そうよ。次の授業まで時間がないってさっき結城が言ったばかりじゃない。どうして？もうすぐ次の授業の予令が鳴るわよ。用事って。ちょっと、どこに行くのよ。よいしょ。大丈夫ですか？怪我はありませんか？ってゆうちゃんではないですか。どうしたのですか、こんなところで。そんな悪いですよ。のんちゃん一人でも十分に運べますし。ゆうちゃん、ありがとうなのです。はい、そうなのです。手伝ってくれてありがとうなのです。とっても助かるのです。学園に寄贈する備品なのです。もともとはのんちゃんの私物なのですが、実は科学の授業で使う薬品が足りなくなってしまいまして、どうやら業者の手違いで別のところに運ばれてしまったようなのです。以前特別なものを譲ってもらったことがあるので、そのお礼なのです。言うなればギブアンドテイクなのですよ。秘密なのです。どうしても知りたいですか？
よく利用するのですが、今日もネロネロネロネの特売があったので5箱ほど購入してきたところなのです。でもネロネロも段ボール単位だとさすがに結構重いのですよ。5箱分です。それだけあればネロネロマシーンの実験し放題なのです。さすがに重かったので家に配送してもらいました。これからお昼ですか？でしたら一緒に食べませんか？実はのんちゃんもすぐそこのファミレスに入るところだったのです。はい、それではレッツゴーなのです。いらっしゃいませ。お二人様でよろしいですか？いろいろあって迷ってしまいますね。ハンバーグ、カニグラタンにオムライス、どれも美味しそうなのです。ゆうちゃんは先に注文してもいいのですよ。そうですか？ではお言葉に甘えて、大島くん、ダメでしょ。どうかしたのですか？申し訳ありません、お客様。研修生に注意をしていたのですが、聞こえてしまいましたでしょうか。本当に申し訳ありません。ご注文はお決まりでしょうか。はい、決めました。ではこのハンバーグステーキをライスセットでお願いします。ナポリタンとハンバーグステーキのライスセットですね。お詫びにこちらのメニューはサービスいたします。では少々お待ちください。いえいえ、構わないですよ。それよりゆうちゃん後輩、ゆうちゃんはいつもあんなに呼び方を気にしているのに大島でも返事をしてしまうのですね。つまり幼稚園児が先生のことをついお母さんと呼んでしまう感じです。まあ気にすることないのです。そういう失敗は誰にでもあるものなのですよ。それにしても大島くんってどんな人なのですかね。
いいですか、大島くん。慌てて全部一度に運ぼうとするから料理もドリンクも落としてしまうんです。はい。無理をせず確実に仕事をこなしてください。先輩。何でしょう。そのですね、今日のお詫びに何かさせてください。お詫び？はい。先輩にはいつもお世話になってますし。それに先輩とは一度プライベートで出かけたりしたいななんて。大島くん、お詫びなんていいですからまずは仕事を覚えてください。そうっすか。どうやら大島くんはあの女の人の後輩で新人研修の真っ最中のようですね。どういうことなのですか？片思い？誰にですか？どうしてそうなるのです？そういうわけではないのですが、そうですか。恋ですか。のんちゃんにはよくわからないのです。のんちゃんは恋をしたことがないので、いまいちピンとこないのです。おかしいですか？とにかくあの大島くんは先輩に恋をしてるわけなのですね。だとしたらあの二人を見ていればのんちゃんにも恋が何なのかわかるかもしれないのです。大島くん、いつになったらちゃんと仕事ができるようになるのかしら。大丈夫ですか先輩。今のよく間に合いましたね。あの女の人は身動き一つ取れてなかったのに。恋のパワーなのですか？どれが？なるほど、そうなのですか。大島くん、ごめんなさい。私のミスでそんな怪我まで。いつもお世話になってるっすから。大島くん、
れが恋のパワーなのですか。思う気持ちがああやって誰かを助けて人と人とを結びつける超パワーを生み出すのですね。すごく素敵なものが見れました。恋は不思議なのです。でもそれ以上にとっても素敵なのですよ。怪我をして怒られてとっても大変そうでしたけど、ゆうちゃんにお願いしたいことがあります。のんちゃんも恋がしてみたいのです。だからゆうちゃんにお願いできますか？まずは棚の下敷きになるところから始めないとですね。再現性は実験にとっても大切なのですよ。安全対策はきちんとするので命に別状はないのです。相手のことを考えるですか？抽象的でよくわからないのです。